ちょうどマリゾー P ともう半年ぐらい前ですかね、MZ フォーミュラーとかの動画をまあ作っていただいて、はい。そして F87 のボディ、これですね。はい、発売になって、多くの方に、買っていただいて、楽しんでいただいて、本当にどうもありがとうございます。はい、結構たくさんのね、数を、出荷しまして、はい。はい、最初の1ロット目と2ロット目はですね、はい、値段間違えて、赤字になったりとかして、一応皆様のおかげで、はい、先月ぐらいまでで、なんとか、ちょっとプラスになるということで、マイナスから脱出してくることができました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ですので、それもですね、気にしまして、はい、第2弾のボディの方ですね、ちょっとね、スペースとかでは、お伝えしてるんですけども、準備してまいりました。ちょっとね、色は塗ってないんですけど、はい、こちらのボディとなります。これは、すごいですね。これ、よく見るとやっぱり違いますね。そうですね。一番違うのは、比べていただくと、この後ろの部分が、ね、ここがとんがってる本当だ感じ。で、こちらは、こう、なだらかに全部あるんですけど、まあ、この F87 っていうのは、87年頃の、まあ、F1 をイメージしてるので、ターボエンジンの頃なんですね。ターボなんですね。はい。で、こちらは、91年付近の F1 で、一番エンジンのシリンダーが多かった、はい、V12 という、はい、12気筒の頃のイメージで作っているという感じになっています。それではですね、まあちょっとこれボディ取り外すと、これが F87 ですね。で、これが途中のプロトタイプなんですけど、見ていただくと、僕のはちょっと変わったジャイロが入っちゃってるんですけど、はい。ここに、サスアーム生えてきたんですよ、フロントの。すごい。もちろん動きはしないんですけど。あと、ここにプッシュロッドもついていて、はい。はい。まあ、これで、アルブルカ先生から、じゃあやりましょうって来たんですけど、やっぱサスアームつけたくなっちゃいましたって言って、テスト生産を中断して、これサスアームつけたんですよ。で、リアのモーターマウントとかも、まあ、これは、あれですけど、こういうね、ダミーシャーシですけども、これダミーシャーシは、無料でダウンロードして、まあ、プリントできますし、RD2 さんで、販売もされてますし、地下道に来ていただくと、特別に分けてもいますので、まあ、これなんですけど、後ろを止めるのがこの、ね、モーターマウントからガチって一緒に止めるタイプだったんですけど、地下道とかでちょっと夏場暑いと、このフックが柔らかくなっちゃって、ちょっとウィング取れやすいかなというので、この91のリアウィングも同じ感じで、試作して、まあ OK かなと思ったんですけど、はい。アルブルカ先生からこの変更が来てですね、よっしゃ、今度こそ量産だと思ったら、石川さんもう一個ウィングの取り付け方も変えたいんですよっていう連絡来まして、はい、今こうなってるんですね。せっかくだから。これ多分結構、すごい。そう、確かに、まあその止め方的に、後ろからモーターマウント一体型だと、つけにくいっていう。海外のお客さんとかも、なんか止め方わかんないんだけどっていう連絡とかもありましたが、確かにね。はい。今度はこんな感じで、モーターマウントそのまま。そしてここのボディポストのネジ取っていただいて、ここのネジはもともとあるんですか？はい、ありますね。これ、このままネジここにこうやって、止まってるんで、はい。これを外して、これを重ねていただいて、だからね、ネジこれもともと多分長いんで、このまま友締めで今いけるかなと思っております。ちょっと、あれですね。こうやって止めていただいて。こっちの方が分かりやすいかもしれないですね。分かりやすいですね。確かに。はい。確かにそうですね。そうですね。そんな工私で夫がも分かるわ。入っております。私でもね、分かる。これは、まあ、やりやすいっすよね。確かにね。はい。まあ、ちょっとね、この辺が若干まあ、太っちゃうのがどうかなとは思うんですけど、はい。で、あと、この、まあ、LED を最近地下道で使ってくださってる方とかね、何人かいらっしゃるんで、ね、これは地下道に来た方には、なんかお分けされてるみたいなんですけど、
ね、これの穴もぴったりこう合ってる感じ。いいですね。いいですよね。これはいいですね。これはいいですよね。ナイスアイディア。感じになっております。そして、ウィングは F91 専用なんですけど、バンパーですね。クリアバンパーは F87 と共通で使えるように、はい、なってましたんで、これは大丈夫ですね。あと、リアウィングも、まあ、F87 につけたいっていう人は、まあ、リアウィングだけつけることもできるので、まあ、その辺ちょっと組み合わせも、今後できるかなというふうに思っております。あと、後ろのウィングが今度、まあ、上だけ止めてるから、そう、なるほど。ちょっと、まあ、クラッシュした時に、まあ、俺はしないと思うんですけど、まあ前のはね、外れてたんですけど、今度外れないから、逆に強すぎて、T バー、今日は FRP ですけど、まあ T バー折れやすいとか、まあウィングステ折れちゃうとか、まあそういうのはどっかではなっちゃうとは思うんですけどね。それもちょっと、一応テストして、切らしてみようかなと思ったりです。で、今日はちょっとね、ノーブル使ってますから、こういう感じで。かっこいい。かっこいいですよね。いいですね。そうなんですよ。あ、これはでもあれか。ちょっとモデルが切り替わってないや。これモデルをフォーミュラーにすると、大丈夫かこれ。点滅とかのスピードも変えられるんで。点滅いいですね。点滅いいっすよね。点滅かっこいいですね。かっこいいっすよね。はい。これは、ここのライトのところに入れれば。ライトの後ろ側2本に、つけると、4チャンネル連動で、はい、これ、標準の KT531 の送信機でも大丈夫できます。はい、ちょっと走らせてみましょうかね。みんな大好きクラッシュテスト。大丈夫だと思います。大丈夫ですか？ネジ緩んだかもしれない。壊れてはいないですね。確かにね、ちょっとこう、ガクガクって。ちょっとね、隙間がほら、だから、閉めてみますか。もともと同じ、あれで隙間ぐらいです。大丈夫そうです。はい、よかったです。はい、よかったです。無事。アラブルカさん、大丈夫ですよ。そうです。結構ですね、ちょっとボディの、今テスト生産って何してるのかと。こんなの簡単に 3D プリントで出るだろうと思われるんですけど、意外とそうでもなくて、夏場のそうだ、一つは、このボディがやっぱ開きやすい問題。夏柔らかくなって湿気ると開けちゃうんで、今回はこれは、そうですね、アラブルカさん、ファスアームつけただけではなくて、ここのサイドポンツーンのこの枠とか、これは今標準だとちょっと開きやすい。F87 もこんな感じだったんですよね。何もなかったんですけど、一応今効果ありそうなのは、ここリブ入れて、引っ張って、なるべく開かないようにとか、皆様からいただいたね、声をもとに、はい、改良してるっていう感じなのと、あとは、これ見てください。ここに線入っちゃってますよね。本当だ。そうなんですよ。これって、こういう風に分けあって出力したんですよ。傾けて。そうすると、3D プリンターやってない人はわかんないですけど、これ、この向きで出すと、こっちから積層していきますよね。プラットフォームがこうだから、本当は技術様々なんですけど、そうするとこの角から積層していくと、どうしてもやっぱね、これ合いにくいらしいんですよ。この点から積層しちゃうから。面がずれちゃう。で、なんでこれをこっちに出そうかと思ったら、これってここ今綺麗ですよね。確かに。なんもないツルツルですよね。これ、いつも通りこういう風に出してみたんですよ。
この上向きで。はい。そうすると、これ、ここに線入ってんの見えますか？ああ、ありますね。ありますようね。ん。これって、最近分かってきたんですけど、ここに壁があるじゃないですか。あで、今度積張した時に、うんそう、これだと、こういう風に生えていくんですよね、下から。で、この壁あるところで、今この輪っかしかフィルムに接触してなかったのに、あ。ここでいきなりフィルム接触面積が増えると、うん。そう、フィルムがバストにビャーンって跳ねて、同じ位置に戻らない。ああ。だから、いきなりこういうフィルムと接触する面積が増えるような形状があると、うん。全体歪むんですよ。そうへいうのも分かってきて、あそうあ。こうなっちゃったんで、これは試しにこういう風に出したら、はい。そう、今度はやっぱここの点から始まって、ここでやっぱりフィルムがビョンビョンになるじゃないですか。この2点で。そうすると、フィルム離れてる時に、やっぱフィルム持ち上がって戻ると、うん。そう、同じ位置に戻らない。うん。だから、こうずれていっちゃうんですよね。ここに切り替わるところ切りで、替わるところで。で、その位置が強かったりすると、ああ。そうここはもう、多分ここだけできた時ってプラプラじゃないですうか。ん。そうさ、ぴったり合わない。勉強になりましたね、今日も。そんな謎が。はい。そういうのを、なるべく出ないように、うん。そう頑張って、角度とか、サああ。ポートの付け位置とかを、まあ、頑張るのが、まあそう、量産施策っていう、ああ、作が。感じになっております。その角度を調整したりとか、はい。なんか別ななんかパラメータとかをいろいろやってさ最適な綺麗に出る値を見つけるってことですね。っていう感じですね。それ大変ですね。だって1回出すのに9時間。これ9時間かかるんですよね。ほんで出してみたら、あ、違うって、そうです。またこう変えこれでて。結構時間かかるんですうよ。まあ1日1回ぐらいしか、まあね、寝る間もやってれば2回ぐらい、まあできるんですけど、はい、そんなことを、このクソ暑い時にやっております。